皆さんこんにちは。大阪の下町桃谷で、ビストロ、ポキナ369というお店をやっている田中修二と申します。本日はお鍋一つでできる、鴨の、蒸し焼きを、紹介したいと思いますので、ぜひ最後まで、ご覧ください。鴨の中でも、マグレ鴨ってフォアグラを取った後の、ちょっと香りがいい香りがするフランスの鴨の胸肉ですね。肉を、できるだけ常温に戻しておいていただいて、外と中がちゃんと均一に同じ温度の状態まで、外に出しておいてもらったらいいかなと思います。マグレ鴨はちょっとね油が乗ってるというか、ちょっと多めなので、焼く際に油が出やすいようにちょっと切り込みを皮だけ入れておいていただくと油が出やすいかなと思います。はい、で特にパックでくるので下処理することはないので、このまま皮に切れ目を入れていってください。で今回は鍋一つでっていう感じなので、フランス料理なのでルクルーゼがあるんですけど、お家では蓋付きの鍋があればそちらで、調理していってください。ちょっとだけ油引いてもらって、焼いてるうちに鴨に油が出てくるので、こういう感じの鍋であればちょっとだけ油を引いておいてもらって、で焼く時に、軽く10ぐらいジャンってなるまで温めなくてもいいので、ちょっと温める程度で、人によってはその冷たいままっていう方もいらっしゃるんですけど、油は落としたいんですけど落としすぎない方がやっぱり鴨って中赤身なので、噛んだ時にちょっと僕的にはジューシー感が欲しいので、カリカリには外は焼きますけど油が出過ぎない状態ぐらいまで持っていきます。で全体的に塩していただいて、ちょっと強めの塩していただいて、裏面に黒胡椒で外面に焼いちゃうとちょっと時間かけて焼くので胡椒が焦げちゃうので、身の方だけにやってください。これぐらいの温度帯ですね。こんな感じでもうすぐ油出てくるんですね。である程度油が溜まったらこの中にちょっと油を落としてもらって、この油は捨てないでいろんなやつに使えると思うんで、油できたら置いておいてください。最後野菜炒める時もこの油を使うんで、香りがいい油がついているので、残しておいてください。ご家庭だったら弱火から中火の間ぐらいで、弱火でずっと焼いちゃうと油が抜けすぎてしまうので、油が抜けすぎない程度ぐらいまで焼いていってください。裏見ながらですね、こんな感じでちょこちょこ見ながら。でこの焼き色がしっかりついとかないと、焼いた香りが野菜の香りも一緒に蒸し焼きにした時に閉じ込めたいので、中途半端につけるんじゃなくて、しっかりめに焼き色をつけていってください。ごぼうも香り強いですし、鴨も強いですし、強いのと強いのを合わせて、美味しく仕上げるという感じですね。ここぐらいまでですかね。美味しそうな色ぐらいまで焼き色をつけていって、で側面はさっとぐらいで。そうです。で白胡椒って僕の中では臭み消しなので、こういう香りの強いものに関しては、風味付けっていう意味合いで持っています。取り出したこの鴨の油をちょっと戻していただいて、ちょっとニンニクと、香り付けのベーコン、これ市販のもので大丈夫です。こんな感じで切っていってもらって、で弱火にしてもらって、ある程度香りが出てきたなと思ったら、もうごぼう、もう生のままですね。レンコンも入れちゃいます。これ鴨って結構肉付けがあるのにベーコンも追加するのはなんでなんですか？鴨の強さの
ちょっとかわすところが欲しいというか、ベーコンってやっぱ香りが一番強いんですよ。でも分かりやすい味でもあるので、そこでこのベーコンを入れると味がこう旨味が出るっていうか、フォンドボーで旨味出るんですけど、ベーコンも足して香りをまたさらに香りを足すって感じですね。で油が足らなくなったら常にこっちを使っていってください。でエシャロットをここにも入れます。ざく切りで大丈夫。なければもう玉ねぎで、これ、結構ね甘めに仕上げていくんです。イメージは筑前煮、僕結構甘党なので筑前煮やっぱ美味しいんですよね。フランス料理風の筑前、ちょっとレベル高い筑前煮やと思ってもらったら、でここで塩、ちょっともう全体的に焼き色がつくぐらいまで炒めていってください。である程度炒まったら黒胡椒をちょっと。そうですね。洗ってもらったら、香りちょっと残しておいてもらったら、香り残してもらった方がなんかこう主張してくるので、主張対主張っていう感じでいい感じになってきます。でここで赤ワインと、マデラ、ちょっとコクのある香りの強いマデラ酒というのを入れます。醤油とみりん入れるみたいな。僕の中でマデラってみりんのイメージなんですよ。日本料理でいうもうみりん的な位置で、煮詰めるとめちゃくちゃ甘くなるので、ぐーっと水分がなくなるぐらいまで煮詰めていってください。日本の人で育っているので、母親が京都だったっていうのもありますし、ちょっとね和をすごくいつも求めてるというか、やっぱ味付けっていうのはやっぱりこうそのバランスの取り方っていうのはやっぱりこう日本人的にはなりますよね。で、ちょっとこう一つまみグラニュー糖とか三黄糖なんかを入れると次光沢が出てくるので、こんな感じで水分なくなってくるんですね。で煮切ったところに、フォンドボー、でフォンドボーがもしなければ、マギーブイヨンでちょっと薄めたブイヨン、ちょっと味濃いめに作ってもらって、最終的な濃度はちょっと薄まりますけど、それでいけるかなと思います。で一煮立ちしたらクミン、土の香りにこのクミンを合わせるという感じですね。もう香りです。でここまで入ったらで弱火にしてもらって、今沸いてる状態で弱火にしてもらって、でタイムがあれば香り付けでタイム入れてもらって蓋をして、もうほんと弱火で2分から3分ぐらいですね。で2分から3分ぐらいこの中でもう完全に蒸し焼き状態になっているので、さっきの油、肉汁、が全部この中に入ってます。で今のところ調理器具もこれしか使ってませんでちょうど今2分ぐらいで一回確認で、ここもやっぱうまみが溜まってるんで、この水分こぼさないようにしてもらって、でももうちょっとですかね。でこんな感じで柔らかいので、あと1分ぐらい。見極め方はそうですね、もともと常温に戻してるので触ってみて、これ全然こう跳ね返ってこないんですけど、軽く跳ね返ってきたぐらいが見極めですかね。で大体合計3分ぐらいしたら火から離してもらって、ここの中でまた、2分から3分これでもどんどん火入っていってる。やっぱル・クルーゼは特に温度を保ってくれるので、2分から3分この中でちょっとじんわり入れていきます。
ローストとかになってくると一回肉休ませるんですけど、アルミホイルとかにで、包んでる時に全部肉汁がやっぱこう出ちゃいますよね。この中でやってるので出てるやつも全部この中で完結するっていう。旨味を一切逃がさない。もう逃がしたくないんですよでこんな感じでちょうどこういろんな香りが一回取り出して、ちょっとアルミホイルかぶせてもらって、ちょっとこれやってる間に冷めないようにで最後こう味付け整えていきますね。でちょっと塩を入れてもらって、もうここはもう完全に味を整えるっていう感じです。でちょっとここのうまみが、薄ければ煮詰めてもらったらぐーっと味が乗ってくるので、で再度クミン、最後にもう一回ちょっとクミン入れてもらって、クミン好みでめっちゃ入れてもらってもいいです。でほのかに甘い程度にしたくて、ちょっと甘みが足らないなと思ったらグラニュー糖ちょっと砂糖を足してもらって、ここはもう好みですね。なくてもいいんですけど、赤ワインだけでやるときって多分赤ワインの酸味が立ってくるのでいらないと思うんです。今回はちょっとマデラ入れてるのでちょっと酸味を足していきます。ビネガー入れてるときちょっとこう火切ってから酸味が立つように、ビネガーに火入っちゃうとこう酸味がこう分かりやすい酸味が立ってこないので、ですね。で最後ちょっともうちょっと温めてもらって、もうこれでほぼ完成です。ソース兼お野菜ですね。付け合わせ。でも最後ちょっと切ってもらっていい感じですね。ちゃんとこう油が残ってるっていう状態が噛んだ時にちょっとこうじゅわっとなる感じですね。で胡椒で塩、ちょっと中にはね味が入ってないので、でおネギたっぷり入れてください。完成です。はい。いい香りですね。最後ネギも振りましたし、ね。いつもこれぐらいのボリュームなんですか。アラカルトだとだいたいこれもうさっきの丸々出すので、丸々2人でちゃんとテーブル、前菜とメインあれで完結する、お腹いっぱいになるぐらい。いただきます。はい。美味しい。甘さが足らなければ最終的に甘い。僕もっと甘い方がいいです。僕が食べるときは。もう今十分ご飯にも合いそう。根菜の香りが。そうですね。根菜がちょっとスパイシーなクミン。そうですね。たまにそのシール使ったら口当たるでしょ。はい、あれがなんかいいですよね。結構撮影の途中で筑前煮っていうワードが出てましたけど、そんな雰囲気もどうですか？ありますあります。でもなんかやっぱりフランス料理っていうそうですね。ところがもう筑前に作っちゃうとさすがに筑前に食べに行ってもらった方が。すごいこれエシャロットを普通の玉ねぎにするとなんかちょっと変わってくるんですか？若干変わるぐらいなんですけど、
もう筑前になるっていうそこはちょっとフランス料理としてエシャロットを今日は使ったっていう、まあ、ご自宅でする時はもう玉ねぎの方がエシャロットってなかなか手に入らないですしでちょっと高いんですよ、はい、じゃあ今日はありがとうございまあした。りがとうございました。この動画を見て、良かったと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。